んにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日は大豆、麹、塩、この3つだけを使って美味しい手作り味噌を作ります。酒粕は最後にカビ予防のために蓋として使います。今回は大豆 1kg を使って濃度が 11.5 から 12% くらいになるように作ります。詳しくはブログに書いてあるので概要欄のリンクからぜひ見てみてくださいね。大まかな作業手順はこんな感じです。それでは早速作りましょう。味噌作りをする前の晩に大豆をよく洗っておきます。ボウルに大豆とたっぷりのお水を入れたら手で優しくぐるぐると混ぜながら洗いましょう。この作業を 2,3 回繰り返して水が泡立たなくなれば OK です。洗った大豆を味噌を保存する容器に入れます。そこにたっぷりのお水を入れます。大豆は水を吸うととてもかさが増えるので、大豆の3倍の高さくらいまでをめどにお水を入れてください。浸水時間が短いとなかなか煮えないので、最低でも15時間は浸水させてください。浸水させた豆をチェックします。昨日に比べて豆がずいぶん膨らんでいます。大豆はこれだけ水を吸うので、必ずたっぷりの水で浸水させるようにしてくださいね。一度すべての水を捨ててしまいます。水を切った大豆は大きな鍋に入れましょう。私は6リットルまで入るお鍋を使いますが、それでもギリギリなので必ず大きなお鍋を使うようにしてください。そこに豆がすっぽりと隠れるくらいまでお水を入れましょう。だいたいこのくらいですね。沸騰するまで強火で加熱していきます。しばらくすると大豆から泡が出てきます。強火で加熱していると吹きこぼれやすいので、沸騰するまでは鍋から目を離さないようにしてくださいね。沸騰したので弱火にします。この泡はアクではないので捨てなくても良いのですが、吹きこぼれの原因になるので、溢れそうな泡は捨ててしまって大丈夫です。あとは豆が軽く動くくらいの弱火で2時間半から3時間煮ていきます。煮ている間も豆はどんどんと水を吸うので、焦げつかないように時々鍋の底の方からかき混ぜてあげてください。1時間経ちました。ずいぶんと水が減っています。鍋底に豆がくっついていると焦げてしまうので、お玉で軽くかき混ぜましょう。鍋の温度が下がらないようにお湯を追加します。このように時々かき混ぜて、必要であればお湯を足していってあげてください。大豆を茹でている間に塩と麹を準備します。今日は塩を 490g 使います。大きなボウルなどに麹 1kg を全部入れます。そこに塩 490g もすべて入れましょう。全体をよく混ぜます。あとは大豆が茹で上がるのを待ちましょう。茹で始めて3時間経ちました。大豆が柔らかくなったかどうかを確認するために、親指と薬指で潰してみます。簡単に潰れましたね。やけどに注意してよく冷ましてから確認してみてくださいね。今回私は去年収穫された大豆を使ったので、煮る時間が少し長めになりました。新豆を使う場合はもう少し短い時間で柔らかくなります。今年収穫された新豆は11月頃から出回るので、これから大豆を買う人はぜひ新豆を購入するようにしてくださいね。茹で上がった大豆を鍋から取り出します。
茹で汁はこの後使うので捨てずに取っておいてくださいね。破れにくい漬物用ポリ袋を使って大豆を潰します。ポリ袋の中に大豆を入れましょう。ミキサーなどを使って大豆を潰す方法もあるのですが、ビニール袋に入れて潰す方法は手軽なのでおすすめです。今日は2袋に分けて潰そうと思います。ちなみに茹で上がった大豆は約 2400g になりました。新豆の場合はもう少し水を吸うので 2600g ぐらいになるかもしれませんね。大豆がこぼれないようにポリ袋の口を輪ゴムで閉じます。綿棒を使って大豆を潰していきましょう。大豆は熱い方が潰れやすいので、冷める前にどんどん潰していきますよ。普通のビニール袋は破れて大豆が飛び出すことがあるので、漬物用ポリ袋を使うことをお勧めします。今回私が使っているのは1斗用のもので、Amazon で2枚入り188円で購入しました。7分間潰してこんな感じになりました。大豆の粒がだいたい見えなくなって表面が滑らかになっていれば OK です。先ほど混ぜた塩と麹に潰した大豆を混ぜましょう。手でしっかりと混ぜ合わせていきますよ。肌の弱い方は手袋をつけて混ぜるようにしてくださいね。混ぜながら少しずつ大豆の煮汁を足して硬さを調整します。今回の豆は少し硬かったので、私は 200cc ほど足していきました。最終的に手で味噌を触って普段食べているお味噌より少し硬いかなくらいの硬さになれば OK です。豆の硬さに合わせてだいたい 100cc から 200cc くらいを目安に入れてみてくださいね。全体が均一に混ざりました。硬さはだいたいこんな感じですよ。普通はこの後味噌を丸めて味噌玉を作って空気が入らないように容器の中に叩きつけて入れていきます。でもその作業って結構大変なんですよね。なので私はわざと味噌を柔らかめに作って味噌玉は作らずにそのまま容器に入れていきます。今動画でお見せしたよりも味噌が硬いと空気が入りやすくなってしまうので、少しだけ柔らかめに作ることを意識してみてくださいね。それでは保存容器に詰めていきましょう。アルコールを全体に吹きかけたらキッチンペーパーでよく拭きます。私はこの時アルコールは焼酎を使っていますよ。味噌を手に取ったら軽く叩きつけるように容器の中に入れていきます。味噌は発酵している間に空気に触れるとそこからカビが繁殖してしまいます。そのため普通は味噌玉を固く握ってそれを叩きつけることで味噌の中に空気が入らないようにします。ですが味噌玉にしなくても味噌を少し柔らかめに作ればみっちりと隙間なく詰め込むことができます。私は10年以上もこの方法で味噌を作っていますが、一度も失敗したことはありませんよ。しっかりと空気を抜くために時々拳で押し込んであげてくださいね。この要領で全ての味噌を容器に詰め込みます。はい、全ての味噌がしっかりと入りました。最後にカビ予防のための蓋をします。ガーゼを2枚用意して味噌の表面が完全に覆われるようにぴっちりと敷き詰めましょう。その上に酒粕を手で小さくちぎって少しずつ乗せていきましょう。
もし酒粕が硬くてうまく敷き詰められない場合は、少しだけ日本酒などを足して柔らかくしても大丈夫ですよ。酒粕をのせ終わったらガーゼで包みます。ガーゼの上から酒粕をギュギュッと押して、味噌が空気に触れないようにしっかりと密着させましょう。酒粕の蓋が容器の内側とぴったりとくっついて隙間がないようにしてくださいね。最後に容器の内側にアルコールを吹きかけて、キッチンペーパーなどできれいに拭き取ってください。内側に味噌がついたままだと、そこからカビが生えて、そのカビが味噌全体に広がってしまう可能性があるからです。お疲れ様でした。あとはしっかりと蓋を閉めて、常温で約半年保管すれば完成です。ここからは去年撮影しておいた動画になりますよ。丸6ヶ月以上熟成させたお味噌です。普通お味噌ってこういうところにカビが生えたりするんですけれども、酒粕で蓋をしてるとこういうカビがほとんど生えません。味噌に対するカビっていうのはどうしても多少は出ちゃうんですけれども、ここにちょっとだけ出てるだけで、これは本来は味噌に混ぜ込んでも全然問題がないです。ただ私は味が落ちると嫌なので、カビは混ぜ込まないでそのまま取ってしまいます。このように一部分だけ白くなっていますが、これは正確にはカビではなく酵母の一種だそうです。食べても毒ではありませんが、風味が落ちるので取り除くようにしましょう。それではガーゼと酒粕を取り出してみましょう。蓋として使ったこの酒粕にはお味噌の風味がたっぷりと染み込んでいます。魚の切り身をこの酒粕につけてから焼くと西京焼きのようになってとっても美味しいですよ。生姜焼き用の豚肉などを漬け込んでも美味しいと思います。酒粕を取ってみるとお味噌はこんな感じです。どこにもカビが出てなくてとっても綺麗な仕上がりです。以前はお味噌を作るとどうしてもカビが出てしまって、カビの周囲のお味噌を捨てるのがもったいないなといつも思っていました。そこで酒粕で蓋をする方法を思いついてからは10年以上この方法でお味噌を作っています。もちろん少し緩めに作って空気が中に入らないようにするのもポイントです。緩めに作っておけば冷凍しても使いやすいですし、どんなお料理に使う時も溶けやすくて便利ですよ。以上でお味噌作りの作業はおしまいです。自分でお味噌を作ると旨味も甘みもたっぷりで、市販のお味噌とは比べられないほど美味しいお味噌になります。慣れるまでは難しそうに思えるかもしれませんが、手順は意外とシンプルで難しい作業は何もないので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。今回紹介した作り方でわからないところがあればコメント欄からお気軽に質問してください。それでは次の動画もまた見てね。